ルックアランのヨネちゃんです。アラフィフ男のバイクで日本を巡る旅、前回は大阪千里でバイクをメンテしてもらい外国人だらけの大阪城から建物探訪ツアー。雨の遥かず湾岸エリアの橋や水門、建築中の万博会場横を通り、港町中之島、そして梅田を抜けて淀川を渡り重曹のラブホに戻ります。旅の拠点にラブホ便利っすマジで。翌日も高速道路で大阪市内の建物を眺め、奈良和歌山方面に向かいます。大阪の港湾地区は赤いトラスがめっちゃかっこいい。平日朝のハニテラスはすっかすか。石舞台古墳いいよね。奈良は寺より古墳だぜ。柿の外し食べられてよかった。森林面積 75% 以上を誇る奈良和歌山は山深くてダイナミック。日本最長距離の路線バスに大興奮。168号線で十津川熊野川に沿って海に出るルートはほんと楽しかった。新宮市で久しぶりの太平洋、海を眺めて南下し川沿いの八重地に落ち着くのでした。海から3キロほど小座川を遡った川沿いの八重地はせせらぎと魚の跳ねる音が気持ちよくてとてもよく眠れました。今日は潮岬灯台と隣の紀伊大島にある樫崎灯台、あとそこにあるトルコのエルトゥールル号遭難慰霊碑を見て、勝浦漁港に戻ってマグロを食べて伊勢神宮を目指そうと思います。潮岬は紀伊半島の先っちょにちょんとくっついた島、大昔は本当に島として独立してたらしいですね。そして沖合は海の要衝、天気予報にも頻繁に登場する台風銀座のど真ん中。ここに灯台を作った理由はよくわかりますね。ここから入ってくるんですね。バイクは入っていいみたいです。レンガ舗装がいい感じです。明治の初期に作られた灯台、先端についてる風光系が可愛いですね。潮岬の望楼の芝キャンプ場、本州最南端の日と綺麗な芝生のキャンプ場があって、本当はここでキャンプしたいなと思ったんですよ。こっちは観光タワーですね。まだ閉まってますね。昔は年末年始ここでキャンプする方が多かったそうなんですけど、今は多分芝の維持のためかキャンプ場の開設期間が細かく決まっていて、6月は残念ながら利用できませんでした。
じゃあね。バイバイ。
今日は浜名湖にある渚園キャンプ場に行きたいんですが、伊良湖から半島の太平洋側を通っていくとだいたい60キロぐらいあって1時間以上かかります。映像だとまだ明るく見えるんですけど、6月下旬の中部地方の日没って19時頃なんですよね。でどんどん夕闇に飲まれていきます。平地が広がり山が遠い場所ならではの黄昏時をたっぷり堪能しつつ、漆黒の浜松が広すぎてちょっと気がせいてます。浜名大橋から夜の浜名湖の様子が見たくて浜名バイパスの今切れ口を渡ります。はるか先の湖のほとりに浮かぶ光がとっても綺麗。なんとか受付時間までに到着できました。ございます。浜松の、浜名湖のところにある、渚園キャンプ場で一晩、過ごしました。ここすごい広いですねいろんなスポーツ関連の施設と一緒になってるんですけれども、フリーサイトもめちゃめちゃでかかったです。平日ですけどいろんな方がいらっしゃってました。あとゆるキャンのね聖地というかゆるキャンに出てたところなんで、ゆるキャングッズすごいいっぱい売ってます。はい、で受付も21時までやってるんで真っ暗でしたけど、到着してから設営もちゃんとできました。で、今日この後なんですけど、日本海側に抜けるには全然問題ない天気なんですけど、そこから帰ろうと思っていたので、山越えのルートがどうしても入るんですが、明日、どこも大雨で場所によって10ミリ20ミリぐらいの降雨量がもう出ていたので予想されていたので、あと、こうやって撮影しているデータのストレージがもうすごい足りなくなっていて、今溢れそうなところもあるので、西日本編は一旦終了。今日は静岡浜松通って、できたら山梨とか東京通って帰ろうかなと思います。すごい楽しかったです。6月6日から出て今日は6月27日ずーっと乗りっぱなし、だいたい1日300キロ近く走ってますけどもうすでに5000キロ以上走ってますので、楽しいツーリングでございました。はい、というわけで、今日はこのままそうやって帰れば、降られないで済む予定です。ではでは。
展望台はありませんでした。残念。展望台老朽化で撤去されたようでゆるキャンでは夜ここで夜景を見たことになってるんですけど、街灯もなくてこんな狭くて急な凸凹道を原付で来るなんてね、りんちゃんもあやちゃんもバカテクですよ。だってうちこんなだよ。浜名湖と接した井の花湖を見ながら走る松原の景色がまたおつですね。さあこれで浜名湖一周してきました。左は東海道本線と新幹線。おお、見えてる見えてる見えてる。一緒に浜名湖の上を渡ります。新幹線すごい久しぶりに見たそしてこっちには、浜名大橋が見えてきました。昨日あれ渡ったな。さあこっからが長いです。静岡県走っても走っても静岡です。マジですっかり巡航モード、クルーズコントロールがめっちゃ役に立ちます。天竜川いいですよね。この掛塚橋、途中をちょっとキュッとつまみ上げたような構造でちょっとかっこいいんですよね。もう一つ下流に遠州大橋っていうのがあって、両方とも昔はなんか有料の橋だったみたいですね。静岡県橋がすごいたくさんあるんでね、いろいろ見てみられると面白いと思います。田んぼがずっと続く景色の中に突然クレーンがボーンと立ってたんですけど、これリース会社かな。黒石に入ってちょっと興味深いのが見えてきました。これ命山と呼ばれる津波の一時避難所だそうで、150号線に沿って数カ所整備されていました。風車がたくさん見えてきました。ちょっとこの辺から海の方向に行ってみようと思います。おお、やっぱ近寄ると結構大きいですね。風車よく回ってますね。これ右側が海なんですけど、暴風林のおかげか地表に近いところはそよ風ぐらいなんですよ。で上は多分すごい風が吹いてるんでしょうね。すごいよね。掛川市、静岡県の掛川市を御前崎の方向に向かってずっと走ってたら、突然でっかい風車が出てきたんで来てみました。ものすげえでかいですね。これが何機も並んでます。日本中いろいろ風車取り入れようとしてるので、他にもこういう景色またどんどん見たいと思います。畑とビニールハウス、風車の整備場の間を抜けて国道に戻ります。今日本中で自然エネルギーに取り組んでますが、風車が回る風景って単純にいいですよね。
もちろん騒音とかバードストライク、あと風がないと発電しないのどうするのかとか、あと費用対効果の問題とかもあって、いずれも過渡期なんだとは思うんですけど、エネルギーが作られていることが目の前で見える、理解できるっていうのはなんか素敵だなと思います。道の駅風のマルシェお前崎っていうところで見つけました。こっちか、削りいちご、削ってあるいちごですね。いちご産地ですからね。なんか練乳かな。よっ、これも結構凍ってんな。よいしょ。見た目がマヨネーズに見えてきた。さあ、スプーンが付属しておりました。おー、水分も甘みも冷たい。うまい。なんか今日すごい暑いんですよ。今日32、3度ぐらいあるんですけど、水分もね体が欲してるんでめっちゃうまいです。削りいちご
山中湖20度です。もう寒いよね。久々によいしょメッシュジャケットなのでその下に入れるインナーを出しました。これからちょっとこれ組み合わせます。多分同志ぐらいで脱げばいいぐらいになるかなと思います。最後の最後にこんな寒いとは。ルックアラウンドヨネちゃんです。ラウンドジャパンツアー前半西日本編、ルックアラウンドヨネちゃんです。ラウンドジャパンツアー3週間続けてきましたけども、西日本編これにてゴールにしたいと思います。ちょうど綺麗に富士山が見えてきて、今日見えると思わなかったからここまで登ってきました。では東日本編引き続きよろしくお願いします。ここから家まではまだ120キロぐらいあります。心地いい疲れもありますが、お家に着くまでがツーリング、余韻を楽しんで下道で帰ります。アラフィフ男のバイクで日本を巡る旅、前半は21日かけて沖縄から九州、山陽、四国の山陰、近畿、東海、関東と無事に西日本を見て回ることができました。前半ここまでご覧いただきありがとうございます。動画のリンクは概要欄に貼っておきます。後半は新潟からフェリーで北海道に渡ります。北海道初めてなので外側をぐるっと回ってこようと思います。途中東北でユーザーミーティングに参加したり、前半で行けてない北陸にも足を伸ばすつもりです。皆様のドライブやツーリングの参考になれば幸いです。ではまた後半の動画で。バイ。